Bin Kono, a well-known novelist in Japan, is also known as a martial artist. After years of researching Okinawan karate, he will tell us about the origins of kata and the interpretation of kata. You may discover something new through his talk.ナイフアンチから生産ってどうしてなのっていう話なんですけれども、これはすぐもう今実技に入りますんで、その前振りとして説明しておきますけれども、これ那覇手とまさに空手なんで通じることなんですけど、その我幕ですね。一言で言うと。ただ我幕って言うとね、すごく大げさなことを考えがちなんですけど、そうじゃなくて肩甲骨の操作なんですよ。特に首里手の場合は、腰使いってあんまりうるさく言わないんで、その代わりに肩甲骨の操作を非常に重視しますんで、で、ナイフアンチでその横の動き、肩甲骨の、これをね、まず学ばなきゃいけない。で、ナイフアンチっていうのは、その上下、左右、前後、全部で8つに分けるって言われてるんですね、体を。まずその上下ですね。この上と下が影響しないようにきっちり分ける。次は半分に分けて、こっちとこっちが影響しないように訓練をする。で、最後、前後っていうのは何かというと、胸骨と肩甲骨です。ここを分けていくっていう。で、ボン、ボンってやった時とかね、肩甲骨をこう動かすっていう。それで、初めてその空手的な力が生まれてくるっていう、その訓練なんですよね。ただ一朝一夕できないんで、だからナイフアンチは一生つきまといますよって言われてるんで。だから、長手で言うと三鎮ですかね。ちょうど位置的には三鎮のような役割だと思います。ですから最初、早いうちに習うんですけど、ずーっとつきまといますね。最後の最後まで。これをちゃんとやり終せるっていうのはなかなかできないですね。ナイフアンチってなかなか難しい。で、その肩甲骨です。まず、こう、横の動きをした後、今度縦の動き。それは生産でやるわけですよね。ですから、古い、キャン先生の、なんかの、その古い生産っていうのは、腰を真正面、それから肩も真正面。このまんまです。このまんまじゃないと、その、肩甲骨の操作ができないんで、その方が効果的。ですから、まあ、上円先生のところもまっすぐ正面向いてやってますね。で、それでようやく空手の体ができて、そうするともう腕手やろうが伐採やろうが、その威力が出るわけですよね、やっぱり。で、腕手伐採は本当にキャン先生を体現するような、とにかく下がらない、入り身で入っていくという、そういう技の体系になってますよね。じゃあ、ナイフアンチからいきます。ナイフアンチ、先ほど言いました。こう言って、ここですね。この時にこの胸骨と鎖骨のその関節があるんです。胸鎖関節というんですけど、ここを動かすのが目的です。ナイフアンチは。と言っても過言ではない。で、しっかりここを動かします。で、ドン、ドン。この時も動いてますね、ここね。ですから正面向いてないとダメなんです、これね。パン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 いきます。動いてきます。ポン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 。この時もこっちとこっち連動をさせない。連動させるっていうのはこういう形ですね。これが一番良くないんで、これをしっかり分ける。こっちとこっちは分けてやるということですね。それが目的です。まず。はい、泥田から足を抜くようにですね。はい。で、延臂です。この時に自分の鎖骨味わってください。で、はい、正面。はい、下段払い。で、鍵付きです。はい。で、いろんな系統があるんですけど、糸種の系統は膝、緩いんですけど、
元部とかはしっかり張りますね。で、膝から下が直角、垂直くらい、このくらい。そうすると、土踏まずが浮くような気がすると思います。それでちょうどいいです。それでちょうど正しい。はい。で、移動します。はい、どんどん。1、2、はい、内受け。はい、入れ違い。はい、裏剣。波返し。この時もしっかりここ曲げます。はい。首、はい、はい。えいやー。はい、いいでしょう、片方だけで。片方だけで十分わかると思います。はい、直って。ここですね。ここを動かす。それを分かると、内ファンチって、例えば、若い人に初めて内ファンチやらせると、ポカンとした顔すると思うんですよ。わけが分からない。何をやってんのか分からない。まあ最初は順番を教えるしかないんですけど、その後はここですね。狭鎖関節を動かすことですよ。そうすると、肩甲骨ちょっと触ってみてください。肩甲骨が動いてるの分かりますよね。はい、すごく伸びます。はい。ここを動かすと肩甲骨が動くんですよ。それが目的です。で、そこで横に肩甲骨を動かしておいて、さっきの正三で縦に操作するということを学ぶと、パンチ力が全然変わってきますね。突きの威力が。で、それを生かすためにはですね、基本の時にここをつかないことですね。肩甲骨の前をつくんですよ。基本的にこう。それがね、これは、渡嘉敷先生のところでも言われました。荷物を押すときに、じゃあ、車を後ろから押しましょうっていうときに、こうやって押すやついないと。これね、力がみんな向こうに逃げてくるんですよ。こう押すんですよ。これが一番力が入るところなんで、そこをつかなきゃダメだ。やっぱりね。ですから一生かけてやっていこうと思ったら、そんなに負荷はいらないですよね。で、麻とあんこうが、型をやるときは2部か3部の力でやれって言ってるんですよね。ですから今競技でやってるような方じゃなくて、自分で鍛錬するときは2部か3部の力でやって、で人に見せるときだけ7部、8部でやれっていうふうに言ってますね。ですから、型の目的って、速さとか強さを養うんではなくて、正確さですよね。いかに最短距離を動けるか。それが無駄のない型の練習の仕方だと思うんですよ。上段に追い突きをしてみてください。はい、追い突きです。そこから、はい、そこから、はい、はい、結構です。もう一度。で、大体こういう練習しますよね。お弟子さんもされてると思うんですけど。で、これは実は空手的ではないっていうことに気がつきまして、まず何が違うかっていうと、受けるときに下がっている。これあんまり意味がないんですよね。で、ついてくるやつに対して前に出た方がいいっていう。で、型って考えてみたら全部前に出てるじゃないですか、受けも。だからそういうふうに実はできているのに、いつの間にかこう下がって受けて突き返すって。で、これ届いてないんですよね、実はね。ですからそれがまず不合理だなということで、腕衆というのをちょっとやってみたいと思う。一応動いてみましょうか。最後まで。腕衆。はい。はい。ドン、ドン。はい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 。えいやー。はい。はい。
はい。いやはい、結構です。非常にシンプルな方ですけど、さっきも言ったように片方しかないですよね。左右やってない。それがね、この泊まり手の特徴です。キャン先生が、これがひじゃ橋っていう橋のたもとに住んでたんですよ。で、ここね、こっちが川。で、ここに立って、で、練習してたって言うんです。そうすると腕州って見えてくるんですよ。後ろがないですね。そうなんです。後ろに落ちちゃうんですよ。ですからどういうことかというと、ちょっと中段を追い突きでついてきてくるんです。前屈から、そっから。で、前に出てくるんですよ。ですからこういうところですよね。で、これ下がったらドボン。で、しかも戦いの時に一回下がったら、2の手3の手が来るということですね。ですから、キャン先生はここで潰さなきゃいけない。ちょっとこれを味わってみましょうか。じゃあ、追い突きで、中段追い突きが来る。で、そっから、したら、ポンポン。これです。ここに来ます。で、大切なのは、ポジション。キャン先生がここにいて、斜めに出たって、この意味ですよね。お願いします。ポンポン。ここにいると何でもできるよっていうそういうポジションなんです。だから非常に有効なポジションで、相手は今日疲れてここにいるんで反撃がしにくいんですよね。でもこちらは何でもできる。で、例えばここでドンドンっつったらここ手もいくし、このまま崩せるしという。で、下段払いして引き、こっち引いた方がいいですね。はい、はい。で、そのまんま崩す。結構です。で、その型で言うと、ドンドンって言って、いって、で、次にこれがありますよね。これも同じです。お願いします。で、今度は、左の追い突きお願いします。中段。上段でいいです。ここに入っていきます。で、これは本当は鎖骨折りです。だから鎖骨にやると本当に折れちゃうんで、この肩の硬いところ、ここを受けてきますね。で、最初は例えば特に少年部なんか危ないので、ゆっくりやってここに入る練習、これをしてあげてください。その代わりこれが重要。ね、やっぱりポジション一緒です。ここ崩せると。左の上段、結構です。おお、すでにもう崩れてる。今度は崩しになります。位置が変わります。はい。はい。上段で。はい、同じで。ここに入ってきます。はい。さっきやったのと同じタイミングで入っていくと崩れますね。ごめんなさい。お、バッチリですね。バッチリ。はい、結構です。で、今、こう、次にこれいきますね。これ前蹴りがきます。右の前蹴り。じゃあお願いします。前蹴り。前蹴り、はい。中段で。中段。ね。こういうこと。パンパンパン。この動きのまんまです。ですから、これも前に出てます。ここ川ですから。もう一回やってみましょうか。もう一回。はい。パン。受けじゃないんです。これ筋的なんです。筋的言ってます。受けでも使えます。ただ、カウンターで、全部カウンターだという考え方でやると、これは筋的打ちになります。型の通りやると、そうなりますよね。はい。そういうことです。はい。もう、楽勝ですね、これはね。じゃあ、交代ですね。はい。はい。楽勝。いいポジションに行きますよね、これね。ちょうどいい。型通りやるといい。だから型はね、型通りやると使えるようにできてるんですよ。本当に。なるほど。そうなんです。で、これも全くその通りなんで、型の通り。これも全くその通り。で、その後、ドン。で、これの手なんですけど、正面。
これはね、普通に相手を崩すだけです。お願いします。中段をついてきます。はい。右左。右で一歩出て、これで崩すだけです。で、これもね、なかなかタイミングが面白くて、一回りやってみましょう、ちょっと。足動かさないです。避けて、肘に、ここを当てるだけでいいです。ついて、そうですね。もうちょっと避けた方が当たらなくて。あ、それでいいです。それで、こうやって落としてやればいいです。はい、結構です。そうああ、いった。今のタイミングバッチリです。そのタイミングです。相手がついた瞬間ね、そこです。あ、うまい。うまい。タイミングバッチリです。さすが。さすがです。次、最後、キャン先生は抱えて投げてたんですけど、これ使いにくいんで、この状態で、これをついてもらいます、ここ。で、こういう形で入ってきます。はい。全く同じ形ですね。これそのまま入って投げてもいいんですけど、使いにくいので、こっから、こうですね。はい。で、相手はここ隙作ってるんで、ここついてきます。それを受けながら巻き込んで、こっちでしっかり挟んでますね、手ね。そうです。そこから前に。そう。危ない。そういう感じですね。以上。はい。何ですか。早足というか、かけるように。キャン先生のそのアイディアですね。型をどうやって使ってたんだろうっていう、そのキャン先生、これはキャン先生に聞いたわけじゃないんで、生きてらっしゃらないんで、推理です。だけど、型を素直にやってみると、で、それを使ってみると、やっぱりキャン先生こうだったんだろうな。あと、どこに住んでたかですね。川のほとりに立って練習してたっていう、その伝説も残ってますんで、それやこれや考えていくと、型って面白いなって思いますよね。そういうことを普段我々は稽古してます。じゃあどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。